and try again. はい、高田ホビーです。この動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、やっとハイテクバズがお家にやってきたということで動画を撮っていきたいと思います。私の動画を撮る時のモットーなんですけど、これを紹介するって決めたものはですね、事前にあんまり調べたりしないで、とりあえず購入だけして、初めて触るワクワク感を大事にしたいと思っているので、今回マジで何も知らない状態で紹介させていただいております。今回購入してみてのまず感想なんですけど、箱が大きいですね。通常のバズより厚みがあります。ちょっとした入れ違いで2体持ちになってしまいました。というのも Amazon の方で頼んでたんですけど、結構遅れそうな雰囲気だったので急遽、もう1体購入したんですけど、そしたら急に Amazon の方から届き始めて、2体持ちになってしまいました。あと49体、欲しいですね。それでは箱を見ていきましょう。正直箱のハイテクエディションって書いてる部分もですね、日本で発売する際は、シールとか上から貼ってでもよかったので、カタカナでハイテク版だった方が良かったかなとかって思っちゃいました。ちなみにこの商品はですね、単4電池が3本必要になりますので、お子様とかに買われる際は一緒にご購入してみてください。箱を開けていくんですが、下の部分から開けていきます。テープ止めが3箇所されているのでカッターで切っていきますが、カッターの取り扱いには注意してください。今回面白いのがですね、中を開けると、2段構えになっていますね。これはバックパックと本体が別々に梱包されています。意外とこの紙の部分が重要でですね、しっかりと、しまわないとですね、翼が、開かなくなったりすることがあるので、きっちりここは守った方がいいかなと思います。バックパックはですね、このバックパックを梱包している段ボールの隅にテープが2箇所ぐらい貼ってあるんで、そこをまず切っていきます。で、その上でワイヤーを外して、バックパックごと取るみたいな形になってますね。今回こういったものをですね、段ボールで梱包してるのもプラスチック不足とかそういった問題があるのかなっていう感じですよね。ちょっとこの梱包用はあんまりよく分かんなかったので、意外とこれはですね、こういうの取り外し慣れてる自分でもちょっと時間がかかる、感じでしたね。はい、バックパックを外していきます。ちゃんと今回ですね、メタリックに塗装されているのがいいですね。でもバックパックを見た第一印象だけで言うと、バックパックが厚いというか厚みがすごいなといった印象です。では本体の方も外していきたいと思います。やっぱりこの足を固定している部分がですね、足首にワイヤー通してあるんですけど、その部分だけ本当に外しにくいし、なんなら塗装とかが傷ついてしまう可能性があるので、これはもう廃止してほしいなと思いました。画面切り替わりまして、この状態でですね、まず電池を入れていこうと思っています。先にも言ってある通り、この商品電池が入ってないので、まずここで単4電池を3本入れていきます。間違ってバックパックを先につけてしまうと、取り外すの意外と硬くて大変だったりするので、先に入れておくことをお勧めいたします。そしてバズの胴体の、左側に見えているスイッチなんですけど、スイッチを1の方に入れると日本語モードになります。で、下側に入れると英語モードになります。
それではバックパックをはめていきたいと思います。穴に合わせてパチンとはめ込んでください。この翼の部分の隙間が結構でかいですよね。で、今翼閉まってるんですけど、この時点でちょっと勘違いしてて、ちょっとしまい方を間違っています。ドローンの翼の部分はですね、しっかり収納することができます。今回のハイテクバズの方はですね、ジェットエキゾーストの、シールが貼ってあったりして、その部分は良かったんですけど、逆に今回重要そうな QR コードっぽいシールっていうか部分がですね、再現されていなかったり、そういった部分はちょっと残念だったかなと思います。あとスターコマンドの胸のところのマークなんですけど、そこも付け替えできる仕様になってたりしたら面白かったかなと思います。それとなんかシンクウェイとかだったらやっぱり光る仕様にしてそうな気がしました。今回ですね、通常のバズよりハイテクバズは可動域が広いみたいで、肩の下の部分からですね、こういった風に動く仕様になっています。はい、こんな感じですね。全体的にこのメタリックの塗装がいいですね。あと肩の部分とかもしっかり再現されています。で、ここはなんか仕様があるわけではないです。ちょっとデコボコしたシールになってますね。で、翼は横開き、まずします。空手チョップのボタンとこはですね、これ何の仕様か分かんなくて、今適当に押してるんですけど、翼を開いた後にここを押すとドローンの部分が展開するみたいですね。はい、このような感じです。翼の収納方法なんですけど、正しくはこのような感じでですね、こうドローンの羽をこうしまって、ここに収納して押し込むといった感じになっています。ここはなかなか大変なギミックですね。で、ここもしっかり合わせないといけません。はい。こういう股関節とか関節の部分はですね、やっぱ昔のモデルと比べるとだいぶクオリティが上がってますよね。しかも今回足首も動くんですよ。なので多彩な、ポージングができるのかなと思ったんですけど、もしかしたらバックパックがちょっとバランス悪くて、膝っていうか足首を動かすしかバランス取る方法がなかったのかもしれません。先ほど言った肩の下の部分以外はですね、一般的な可動域といいますか、普通のバズと同じぐらいしか動きません。今回のハイテクバズもそうなんでしょうけど、後々というか、今の子供らもですね、後々にもうちょっとクオリティの高いおもちゃが欲しいな、なんて思うことがあるかもしれませんね。ちなみにドローンのプロペラは手で回すことができて、モーターとかで動くわけではありません。ちょっと、ね、個人的には翼の部分がですね、しっかり塗装されてたらもっと良かったかなと思っています。このドローンの翼の部分なんですけど、原作だったらなんか緑色に光ってるんで、そこもちょっと再現してほしかったですね。スターコマンドとランデブーだ。高台を探さないと。了解。飛ばれ。やあ、身を守れ。我々の現在地は東、北東だ。一人やられた。何が見える？ザーグの手下に警戒しろ。ザーグの手下だな。待て。危険はない。よくやった。おもちゃだと？彼はおもちゃと言ったか？なぜわかるんだ？スターコマンド。よせ。素晴らしい。そうだな。天下。やあ、スペースレンジャー。救出任務中だ。どうも。私はバズ・ライトイヤー。お困りですか？任務完了。無限の彼方へ。さあ行くぞ。スターコマンドとランデブーだ。スターコマンド。ランデブーwith Star Command. We need to find higher ground. Affirmative. Halt. Aye.
さあ皆さんいかがだったでしょうか。今回ですね、翼は横開きなのは通常と言いますかいつものことなんでしょうがないんですけど、バックパックの厚みもですね、ギミックを考えたらこんぐらいになってしまうかなといった印象です。それであれば他の部分をもうちょっと良くしてほしかったなと思います。例えば翼の塗装が細かいとこされていなかったりとか、そういった部分ですね。ドローンの羽の端っこを塗ったりとか、そういった部分と、スターコマンドのマークの部分をですね、部品を付け替えれるとか、そういうことだったり、バックパックの後ろの QR コード的なところをですね、再現できていればもっと良かったのかなと思いました。ただ子供が遊ぶおもちゃとして見ると、ドローンの部分がですね、展開するバッっていうギミックが面白かったり、基本的に厚みのある部品を使っているので安全性が高いというふうに思います。あとはですね、2体持ってるというところを活かして自分でカスタムしていこうかなと思っています。もしかしたらカスタム動画も上げるかもしれません。今後の動画なんですけど、皆さんからコメントいただいていた東進のバズ・ライトイヤーのプラモデルをですね、おそらく中国の商品を、今回購入したので、あと10日ぐらいしたら届くんですかね、中国から。そちらも動画で紹介できたらなと思っております。この動画を気に入った方はですね、チャンネル登録していただいて、コメント、いいねもしていただけるとありがたいです。それでは次の動画でお会いいたしましょう。